皆さんこんにちは。世界の歴史ハイライトへようこそ。今回は古代ギリシャの英雄、アレクサンドロス大王の謎に迫り、偉大な征服者の謎深い人生とその遺産について深く掘り下げていきます。アレクサンドロス大王は、紀元前356年にマケドニア王、フィリッポス2世の息子として生まれました。彼は幼い頃から軍事的教育を受け、18歳で父の後を継ぎ、マケドニア王となりました。その後、アレクサンドロス大王は、東方への遠征を開始し、ペルシャ帝国を滅ぼすなど、驚異的な軍事的成功を収めました。彼は、東方から西方まで広大な帝国を築き上げ、その功績は、アレキサンダー大王として、後世に語り継がれています。しかし、アレクサンドロス大王は、紀元前323年、わずか32歳の若さで亡くなりました。その死因は、マラリアやウエストナイル熱、毒殺など、諸説あり、未だ謎に包まれています。また、アレクサンドロス大王の遺体は、彼の死後、マケドニアに運ばれたとされていますが、現在まで発見されていません。さらに、アレクサンドロス大王の遺産は、ギリシャ文化の普及やシルクロードの開通など、世界に大きな影響を与えましたが、その遺産は、現代社会にも色濃く残っています。この動画では、アレクサンドロス大王を取り巻く、3つの謎に迫ります。1、アレクサンドロス大王の死因。2、アレクサンドロス大王の遺体。3、アレクサンドロス大王の遺産。古代の記録や現代の研究成果を交えながら、これらの謎を解き明かしていきます。また、アレクサンドロス大王の謎が現代社会にどのような影響を与えているのかについても考えていきます。最後までお付き合いいただければ幸いです。それでは第1の謎、アレクサンドロス大王の死因について詳しく見ていきましょう。1、アレクサンドロス大王の死因。アレクサンドロス大王の死因に関しては、古代から現代に至るまで多くの謎が存在します。このセクションでは、その死因について古代の記録、現代の医学的見解、そして死の裏に隠された可能性を探っていきます。死因に関する古代の記録。アレクサンドロス大王の死因については、古代の記録において、次の3つの説が主に語られています。マラリア、ウエストナイル熱、毒殺。まず、マラリア説は、アレクサンドロス大王が東方遠征の際に、マラリアの流行地帯を通過したことから、有力視されています。また、西ナイルの伝染病説は、アレクサンドロス大王が、西ナイルウイルスによるウエストナイル脳炎にかかった可能性があることから考えられます。さらに、毒殺説は、アレクサンドロス大王の死後、彼の帝国が分裂したことから、彼の死に不審な点があったのではないか、と語られています。マラリア説については、アレクサンドロス大王の死後、彼の体からマラリア原虫が検出されたという記録が残されています。また、ウエストナイル熱については、アレクサンドロス大王が死の直前、長期間熱が下がらず、激しい喉の渇きに苦しんだことから、ウエストナイルウイルスによる西ナイル脳炎に感染した可能性があると考えられています。毒殺説については、アレクサンドロス大王の死後、彼の遺言が書き換えられたという記録が残されています。さらに彼の死後、帝国が分裂したことから、その死に不審な点があったのではないかと考えられています。このように、アレクサンドロス大王の死因については、古代の記録において、複数の説が語られています。しかし、いずれの説も決定的な証拠はなく、現在でも謎のままとなっています。現代の医学的な見解。現代の医学的な見解によれば、アレクサンドロス大王の死因は、マラリアによる急性脳炎である可能性が最も高いと考えられています。アレクサンドロス大王の死後、彼の体からマラリア原虫が検出されたという記録が残っていることに加え、マラリアは発熱、頭痛、嘔吐などの症状を引き起こす疾患であり、これらの症状はアレクサンドロス大王の死と近い時期に彼の体調に異変があったことを示唆しています。マラリア原虫が脳に侵入すると急性脳炎を引き起こす可能性があり、急性脳炎は意識障害、痙攣、麻痺などの症状を引き起こす重篤な疾患であり、死亡率も高いとされています。アレクサンドロス大王の死因としてマラリアによる急性脳炎が有力視されるのは、彼の死の症状やマラリア原虫が検出されたという記録などから、マラリアが彼の死に直接的な影響を及ぼした可能性が高いと考えられるためです。死の裏側にある可能性。マラリア以外の要因が彼の死に直接影響を与えた可能性は否定できません。例えば、アレクサンドロス大王は、東方遠征の際に、マケドニアからバビロンまでの約25,000kmを、わずか10年余りで制覇しました。この過酷な遠征が、彼の健康を奪った可能性があります。また、彼は、アルコールや薬物などの乱用液があったとも言われ、これらの要因が、マラリアによる急性脳炎の発症を促した可能性も考えられます。さらに、彼の死は、政治的な暗殺であったという説もあります。
彼の死に関与したとされる人物には、彼の部下である将軍や親族が含まれており、彼らが王位継承をめぐる争いにおいて、彼を排除しようとした可能性があります。また、彼の突然の死が帝国内の混乱を引き起こし、後継者問題を激化させたことは、歴史的事実として語られています。以上のように、アレクサンドロス大王の死因には、複数の説があり、いずれも確たる確証はありません。しかし、これらの推測が、彼の死にまつわる永遠の謎を形作っています。次は、アレクサンドロス大王の遺体に関する謎に迫っていきましょう。2、アレクサンドロス大王の遺体。アレクサンドロス大王の遺体は、古代の歴史において、最も謎に包まれたテーマの一つです。彼の死後その遺体はどうなったのか、そして今日までその行方はどうなっているのか、このセクションではその遺体に関する古代の記録、現代の考古学的調査、そしてそれが語る謎に迫ります。遺体に関する古代の記録。古代の記録によれば、アレクサンドロス大王の遺体は非常に丁寧に扱われたとされています。彼が亡くなった後、遺体は一時的にエジプトのメンフィスに埋葬されたと言われていますが、その後、アレクサンドリアに移されたともされています。古代の歴史家ジオドロスは、アレクサンドロスの遺体が金の棺に収められ、アラベラタスと呼ばれる特別な香料で処理されたと記しています。しかし、これらの詳細については、資料館で相違があり、彼の遺体の最終的な安置場所については、謎のままです。現代の考古学的調査。現代の考古学者たちは、アレクサンドロス大王の遺体、特にその最終的な安置場所を特定するために、多くの努力をしてきました。アレクサンドリアとその周辺地域では彼の墓を探すための発掘調査が行われていますが、これまでのところ決定的な発見には至っていません。この調査はアレクサンドリアが長い歴史を通じて多くの変遷を経てきたこと、そして多くの建物がこの地に建てられてきたことから非常に困難なものとなっています。アレクサンドロス大王の墓を特定することは、彼の死と埋葬に関する歴史的な謎を解明する鍵となり得るため、多くの考古学者にとって重要な課題です。遺体が語る謎。アレクサンドロス大王の遺体が未だに発見されていないことは、その死と埋葬に関する謎を深めるものです。彼の遺体が発見されれば、彼の死因や埋葬に関する詳細、そして彼が死後どのように扱われたかについて、新たな情報を提供することができます。しかし、その遺体が見つからないこと自体が、古代の歴史における偉人たちの遺体がどのように扱われ、記録されてきたのか、という大きな疑問を提起しています。この謎を解明するためには、さらなる歴史的、考古学的な調査が必要ですが、これは時間とともにより難しくなっています。また、アレクサンドロス大王の遺体がもし発見されたとしても、それが本物であると証明するのは容易ではありません。そのため、この謎は今後も長く続く可能性があります。アレクサンドロス大王は古代ギリシャの英雄であり、彼の死は古代世界に大きな衝撃を与えました。彼の死後その遺体は行方不明となり、その謎は今もなお人々の興味を引きつけています。今後、アレクサンドロス大王の遺体が発見されれば、彼の死因や彼の帝国が分裂した理由など、様々な謎が解明されるかもしれません。以上のように、アレクサンドロス大王の遺体にまつわる謎は、古代史の重要な未解決の問題の一つです。これらの謎を掘り下げ、新たな発見がもたらす可能性に期待しましょう。次に、アレクサンドロス大王の遺産について探っていきましょう。3. アレクサンドロス大王の遺産。アレクサンドロス大王は古代世界における最も影響力のある人物の一人です。彼の残した遺産は今日の世界にも大きな影響を与え続けています。このセクションではアレクサンドロス大王が残した功績と影響、それが残す謎、そして現代社会への影響について探ります。大王の残した功績と影響。アレクサンドロス大王の最大の功績は広大な帝国の建設です。彼はマケドニア王国を拠点にエジプト、ペルシア、そして現在のインドに至るまでの広範囲にわたる地域を征服しました。これにより異なる文化、言語、宗教が一つの帝国の下で共存することとなり、文化的な交流と融合が促進されました。例えば彼の征服によってギリシャ文化が広く伝播し、ヘレニズム文化と呼ばれる新しい文化形態が生まれました。これはアレクサンドロス大王の政治的、軍事的な成功が文化的な遺産としても残されたことを示しています。大王の遺産が残す謎。アレクサンドロス大王の遺産には今なお多くの謎が残されています。特に彼が建設した都市や施設に関する謎が多く、これらは古代世界の理解に重要な鍵を握っています。例えば彼が建設した都市の中には現在も位置が特定できていないものがあり、これらの都市の発掘が新たな歴史的発見につながる可能性があります。また彼の遺産とされる芸術品や文書に関しても真偽や起源が明らかになっていないものが多く、これらの研究は古代史の理解を深める重要な作業です。
遺産が現代社会に与える影響。アレクサンドロス大王の遺産は、現代社会にも大きな影響を与えています。彼の征服活動によって生まれた文化的な交流は、現代の国際文化交流の原型とも言えるものです。また、彼の歴史的業績は、多くの人々に影響を与え、リーダーシップや戦略に関する研究の題材としても利用されています。例えば、ビジネスや政治の分野で、彼の戦略を参考にする動きも見られます。さらに、彼の生涯や逸産に関する映画や文学作品は、現代文化においても重要な位置を占めており、彼の遺産が人々の想像力を刺激し続けていることを示しています。さらに、彼の遺産は、現代の観光業にも影響を与えています。彼の帝国の歴史を調べるために、多くの観光客がギリシャやエジプトなどの国を訪れています。これにより、これらの国の経済が活性化しています。アレクサンドロス大王は、古代世界を大きく変えた偉大な征服者です。彼の功績と影響は現代まで続いています。彼の遺産には様々な謎が残されていますが、これらの謎が解明されることで、アレクサンドロス大王の人物像や彼が残した功績と影響がより深く理解できるようになるかもしれません。以上のようにアレクサンドロス大王の遺産は古代から現代に至るまで多大な影響を与え続けています。彼の功績とその遺産が今後も研究され、新たな発見がなされることを期待しましょう。それではこの動画のまとめに進みます。今回のまとめ。この動画で我々はアレクサンドロス大王という歴史上の偉大な人物の生涯と彼を取り巻く様々な謎について探求してきました。彼の死因、遺体の謎、そして残した遺産について深く掘り下げることでアレクサンドロス大王の真の姿に近づこうと試みました。まず、アレクサンドロス大王の死因については、古代の記録から現代医学の見解、さらには死の裏に隠された可能性まで様々な角度から考察しました。次に、彼の遺体に関しては、古代の記録や現代の考古学的調査を通じて、その行方を追いかけるとともに、遺体が語る謎についても探りました。そして最後に、アレクサンドロス大王が残した遺産に焦点を当て、彼の功績や影響、そしてそれが残す謎と現代社会に与える影響について、詳しく探りました。アレクサンドロス大王の人生は、今日まで多くの人々を魅了し続けています。彼の残した謎や遺産は、私たちにとって非常に興味深い研究テーマであり続けます。この動画を通じて、あなたもアレクサンドロス大王の生涯や成果について、新たな視点を持つことができたことを願っています。この動画が、アレクサンドロス大王の人生と、業績についての理解を深めるきっかけになれば、幸いです。もし、この動画を気に入っていただけたら、ぜひ、チャンネル登録と、いいねボタンをお願いします。また、アレクサンドロス大王に関するさらなる話題や質問があれば、コメント欄にて、ぜひお知らせください。最後に、この動画をご覧いただき、ありがとうございました。次回も、歴史の奥深い謎に迫る動画で、お会いしましょう。それでは、皆さん、さようなら。